先日、チャプター5のアップデートが行われ、大量のバグ修正や演出の追加がありました。プロトタイプのジャンプスケアなど、わかりやすく追加されたものもあります。しかしその中で、特に注目したいのが、ゲーム終盤に追加された主人公の赤いエフェクトです。一見すると、ただのダメージ演出にも見えます。しかし、よく見てみると、この赤いエフェクトは通常のダメージ表現とも、ポピージェルに触れた時の演出とも少し違います。そしてこの演出は、主人公が完全に復活したことを示すものではなく、むしろその逆、主人公はまだ重傷であり、ポピージェルによって体が壊れ続けている。さらにこの状態は、チャプター6でハーレー・ソーヤー博士と一時的に協力する展開にもつながるかもしれません。今回は、チャプター5終盤に追加された赤いエフェクトに絞って、主人公の状態、ポピージェルの影響、そしてチャプター6の展開について考察していきます。追加された要素。では、今回追加された終盤の演出を具体的に見ていきましょう。まず、主人公がプロトタイプによってポピージェルタンクに落とされた後、セリフに字幕が追加されました。日本語版では少しわかりづらいですが、英語の原文を確認すると、チャプター3の幻覚の中で見る VHS、Welcome to Playtime に登場する一節と同じ文章であり、話し手が子供であることがわかります。一応、原文を翻訳すると、そして、もし何年も後に戻ってくることがあるなら、罪悪感に耐えきれなくなって、闇と塵の底へ落ちていきますように、お帰りなさい、となります。このセリフ自体もかなり不穏ですが、今回さらに重要なのはその後です。主人公は、ギブレットの電気ショックによって目を覚まします。そしてこの場面で、新たに赤いエフェクトが発生するようになりました。この赤いエフェクトは、通常のダメージを受けた時にも少し似ています。また、ポピージェルに触れた時の視覚効果にも似ています。しかし、厳密に見ると、そのどちらとも少し違うように見えます。特に重要なのは、この時の主人公に明確な行動制限がかかっていることです。走ることができない、ジャンプができない。さらに、歩き方もかなりぎこちなく、グラブパックも大きく揺れています。これは単なる演出ではなく、主人公の意識が朦朧としている、あるいは体がまともに動かせない状態を表しているように見えます。しかもこの状態は、ギブレットに起こされた直後だけでは終わりません。そのまま最後のソーヤー博士の場面まで続いていきます。つまり今回追加された赤いエフェクトは、単なる一瞬のダメージ表現ではなく、終盤の主人公がずっと異常な状態にあることを示す演出だと考えられます。では、なぜ発売からしばらく経って、この演出が追加されたのでしょうか。主人公は完全に復活していない。チャプター5初期の段階では、この主人公の復活はかなり大きな波紋を呼びました。このチャンネルでも取り上げましたし、コメントでも視聴者の皆さんの考察がかなり盛り上がった要素です。なぜかというと、主人公がすでに人間ではない可能性が示唆されていたからです。これまでも主人公は異常なほどタフでした。高所から落ちても生きている。危険な実験体たちに襲われても生き延びる。そしてチャプター5では、プロトタイプに胸を貫かれて、明確に出血までしています。その後、ポピージェルタンクに落とされ、ギブレットに救助されます。心肺蘇生のような状態になりながらも、最終的にはまた動き出す。ここだけを見ると、さすがに主人公補正だけでは片付けられないでしょう。そのため、主人公はすでに人間を辞めた存在なのではないか。つまり、おもちゃ、あるいは何らかの実験体なのではないか。そういう考察が出るのも自然でした。私自身も、その可能性はあると感じていました。しかし、今回のアップデートで追加された赤いエフェクトを見ると、少し見方が変わります。今回の演出で強調されているのは、主人公の完全復活ではありません。むしろ、主人公がまだ重傷であることです。あの時、主人公は無事に助かったのではない。完全に治ったわけでもない。ただ、何らかの形で無理やり命をつなぎ止められている。今回の赤いエフェクトは、モブからのそういったメッセージなのではないでしょうか。つまりこれは、主人公が完全回復したという見方を否定する材料であり、同時に、主人公がまだ人間の肉体を残している可能性を示す演出でもあります。確実に仕留める？ここで、現時点で判明している事実を整理しておきます。まず、プロトタイプは主人公を指しました。これは、モブのアンバー氏によるアートワークの答え合わせでも触れられており、タロットの剣の銃における最後の一本、つまりとどめの一撃だったことが示されています。その後、プロトタイプはギブレットをその場に残し、ポピーをさらいました。現在のポピーがどのような状態なのかは不明ですが、アンバー氏によると、
主人公とポピーは死んだとも示されています。つまり、あの場面で主人公はプロトタイプに殺された。少なくとも、プロトタイプは主人公を殺すつもりで攻撃した。これはかなり角度の高い事実として見ていいでしょう。そして重要なのは、その後です。プロトタイプは主人公を刺しただけではなく、ポピージェルタンクに落としました。ここで、ポピージェルに触れた人間がどうなるのかを思い出す必要があります。資料では、ポピージェルに触れた人間について、人間の体は正常な生物として壊れていく。ジンマシンから始まり、感覚が歪み、関節がずれ、肉の中に骨が生え、最終的には他の物質と肉体が融合する。簡単に言うと、このような内容が記されています。つまりポピージェルは、人間の肉体を壊し、別の物質と結合させてしまう危険な媒体です。そしてこの性質こそが、ソーヤー博士のおもちゃ巨大化計画の基盤になっていました。ここで考えると、プロトタイプが主人公をポピージェルタンクに落とした理由も見えてきます。あれは、単に主人公を落としただけではない。胸を一突きにしたことに加えて、ポピージェルによって人間としての肉体を破壊し、確実に死に追いやるためだったのではないでしょうか。つまり、プロトタイプは主人公を二重に殺そうとしていた可能性があります。物理的には胸を貫いて殺す。生物的にはポピージェルによって人間として壊す。この二段構えだったと考えると、終盤の主人公が赤いエフェクトをまとい、まともに走ることもジャンプすることもできない理由にもつながってきます。完全なおもちゃ説は弱まった。ここで、主人公おもちゃ説について改めて考えてみます。もし主人公がすでに完全なおもちゃ、あるいはポピージェルによって完全に再生できる実験体だった場合、今回のような重症演出をわざわざ追加する必要は薄いように感じます。むしろ、ポピージェルによって回復した。あるいは、主人公は最初から普通の人間ではなかった。そう見せるのであれば、初期のように何事もなかったかのように動ける演出でも問題なかったはずです。しかし今回のアップデートでは、あえて主人公の身体異常が強調されました。走れない、ジャンプできない、視界が赤い、歩き方もぎこちない、最後まで異常な状態が続く。これは、主人公が完全な実験体として回復したというより、まだ人間の肉体を残したまま、ポピージェルによって壊れかけている状態を表しているように見えます。つまり、主人公は完全なおもちゃになったのではなく、人間のままポピージェルに侵されている、もしくは人間として死にかけた状態で無理やり生かされている。この解釈の方が、今回追加された赤いエフェクトとは自然につながります。もちろん、主人公が今後実験体になる可能性まで否定されたわけではありません。むしろその逆です。今回の演出は、主人公がすでに完成されたおもちゃであることを示しているのではなく、これから実験体にされる前段階を描いている可能性があります。ここが非常に重要です。ソーヤー博士と協力？では、チャプター6では何が起きるのでしょうか。チャプター5のクライマックスで、主人公は重傷の状態にあります。そこにいるのは、ギブレット、そしてデータセンターにバックアップされていたハーレー・ソーヤー博士です。ソーヤー博士はこの状況を見て、興味深い展開になっているといった反応をしています。では、これは何を意味しているのでしょうか。おそらくチャプター6の始まりは、この場面の直後になる可能性が高いです。重傷の主人公、ギブレット、そしてソーヤー博士。この3者が関わる以上、まず最初の目的は、主人公の体に起きている異常をどうにかすることになるのではないでしょうか。主人公は、プロトタイプに刺され、ポピージェルタンクに落とされました。もし赤いエフェクトが、ポピージェルに侵されている状態を示すものだとすれば、放っておけば主人公の体はさらに壊れていくはずです。そこで重要になるのが、中和薬です。ポピージェルに侵された体、ポピージェルの無効化、あるいは肉体の暴走を防ぐための中和薬。データセンターには、ソーヤー博士のバックアップが存在していました。さらに仮説にはなりますが、ギブレットの被験体がデータセンターの元管理者であるローワンだとすれば、この場にいる人物たちは、主人公を救うための情報にかなり近い位置にいます。ここで、主人公を救う方法は大きく2つ考えられます。1つ目が、中和薬です。データセンターのどこかに残された記録をもとに、ローワン・ギブレットが中和薬の手がかりを探す。そして、それを主人公に投与することで、ポピージェルによる細胞の暴走を一時的に抑える。ただし、これは完全な回復ではなく、あくまで応急処置になる可能性が高いです。中和薬で進行を止めることはできても、壊れかけた体を完全に元に戻せるとは限りません。そして2つ目が、ソーヤー博士による処置です。これは、
さらに危険な選択肢です。ソーヤー博士が主人公を治療する。しかし、それは人間として元に戻す治療ではなく、命をつなぐために主人公を実験体へ近づける処置かもしれません。人間として死んだ主人公を別の形で生かす。ポピージェルに侵された体をあえて利用する。そしてプロトタイプに対抗できる存在へと作り変える。これならアンバー氏の主人公は死んだという言葉とも整合性が取れます。主人公は一度人間として死んだ。しかし完全には終わっていない。その命をつなぐためにソーヤー博士の技術が必要になる。さらにライリーの日記にあるように目の前が真っ赤になったという描写と今回追加された赤いエフェクトを重ねるとあえてこの視覚演出を追加した理由にもつながってきます。つまりこの赤いエフェクトは単なるダメージ表現ではなくポピージェルによって肉体が変化し始めている状態を表しているのかもしれません。利害の一致。ただしここで重要なのはソーヤー博士が味方になるとは限らないということです。ソーヤー博士は信用できる人物ではありません。むしろプレイタイム社の実験の中核にいた危険人物です。普通に考えれば主人公にとっても警戒すべき相手です。しかし今の主人公には選択肢がありません。チャプター6では主人公がソーヤー博士を信頼するのではなく生き延びるために利用せざるを得ない展開になるかもしれません。そしてソーヤー博士もまた主人公を助けたいから助けるのではないでしょう。プロトタイプに対抗するため、自分の計画を進めるため、あるいはポピージェルに侵された主人公という貴重なサンプルに興味を持ったため、ソーヤー博士にとっても主人公を生かす理由がある。協力ではなく利害の一致です。この3者が一時的な同盟を結ぶ。そう考えるとチャプター5終盤に赤いエフェクトを追加した理由も見えてきます。チャプター6の始まりに向けて主人公がすでに正常な状態ではないことを明確にするための追加だったのではないでしょうか。皆さんはこの赤いエフェクトをどう見ましたか？ぜひコメントで考察を教えてください。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価お願いします。